広島大学の川口と言います。前年度の動画に引き続きまして、また3人の先生方の平和教育の実践について簡単に解説をさせていただきたいと思います。私の解説では、松井先生、梶谷先生、橋本先生の平和教育の実践の意義を考えるために、広島の平和教育の歴史的な背景を簡単に整理してお話ししたいなと思います。広島の平和教育運動、平和教育の流れは、まず広島県原爆被爆教師の会、被爆教師の会と通称言いますが、またそれと連携しながら教職員組合が主導してきた1970年代から80年代というのが一つの時代として大きくあり、その後広島市または県の教育委員会が主導していく1995年以降に分けることができるかと考えています。1960年代後半、文部省の教育政策に対して日本教職員組合を中心とした教師による教育課程の自主編成運動というのが行われてきました。広島では学校で被爆体験が十分に教えられていないということに危機感を覚えた教師たちが1969年に広島県原爆被爆教師の会、被爆教師の会ですね、を結成し、会長に広島県教職員組合副委員長の石田明さんが就任します。被爆教師の会は教職員組合と連携しながら原爆被爆を原点とする平和教育に取り組んでいきます。後に松井先生が関わることとなる広島平和教育研究所が成立されたのは1972年のことですが、これもまた被爆教師の会と教職員組合を母体として設立されたものです。でこの広島平和教育研究所は、平和教育の教材研究、教材開発を推進することで平和教育の普及に大きな役割を果たすことになります。さらに1980年代に入ると、欧米や日本において反核運動というのが機運が盛り上がり、それを背景にして平和教育が日本全国で盛んになります。具体的な核被害の事例として広島・長崎に注目が寄せられ、広島・長崎への修学旅行の動きが定着していくのもこの時期です。松井先生が話された空白の学籍簿や20万人の顔の取り組みが広く注目されたのもこの時期のことです。原爆被爆を原点とする広島の平和教育のですが、それは被爆体験の惨状を教える、学ぶということにこだわりながらも、なぜ原爆が落とされたのかといった原爆や戦争についての歴史的背景や責任を意識させるものともなりました。松井先生や中学校教師時代の橋本先生の取り組みにもその一端が示されていると思います。またそれぞれの地域社会の課題に関わって、場合によっては保護者や地域の人たちと連携しながら生徒の身近な問題と平和学習をつなげ、手探りで実践される姿勢というのも大変印象的でした。俗に平和教育の広島市、人権教育の福山市という言い方があるようです。広島県の西部では原爆というのが平和教育の中心と置かれ、広島県の東部では同和問題、被差別部落問題が人権教育の中心に置かれます。これはそれぞれの地域の歴史や社会を語る上で重要な課題であったというのが
それぞれの平和教育や人権教育の背景にあります。ただし松井先生と橋本先生も童話教育に触れられているように、原爆や核兵器の話題を中心とする平和教育は、それを突き詰めていくと人間の権利や差別といったような問題へと発展し、それは童話教育へと近づいていくという側面があります。また童話教育も人権というところを突き詰めていきますと、それを蹂躙し、押しつぶしていくような戦争や原爆といった問題へと接近していきます。この平和教育と童話教育というのは重なりとずれというのをはらみながら複雑に展開されていったというふうに考えられます。でこのことはこの時代の固有の問題であると同時に、平和教育とは何を目指しどのような内容を扱うのかといった教育理念や教育内容、またそれを具体化する方法を考える上でも今なお学ぶべき点があるのではないかというふうに思います。一方、80年代以降広島の平和教育を牽引してきた被爆教師の会の教職員の退職・引退という新たな問題が生まれていました。1987年には被爆2世による教職員の会が発足し、平和教育の停滞を打開しようという動きもありましたが、組織の中心を担ってきた人々の減少は平和教育の在り方にも大きく影響を与えたと思われます。また広島県の教職員組合は歴史的に福山備後地方の先生方が熱心に参加されており、おのずから童話教育というのに力点が置かれてきたという歴史もあります。なかなか難しい問題ではあるんですが、例えばこの動画の中で梶谷先生がの話に伺えるように、教職員組合主導の平和教育、または童話教育に力点が置かれていく平和教育に抵抗感を覚える人もいたように伺えます。1990年代に入ると被爆教師の会の母体でもあり連携してきた教職員組合の分裂という時代が起きます。1989年には日本教職員組合から日本共産党系の全日本教職員組合全教と呼ばれるものが分離し、広島県教職員組合も広島県教組と広島県教職員組合に2つに分裂します。それに伴って全広島教職員組合が広島教育研究所を新設し、広島平和教育研究所も分裂します。平和教育を主導してきたこのような組合の分裂弱体化という事態に加えて、1998年には文部省が広島県教育委員会と福山市教育委員会に対して教育内容と学校管理運営について是正指導を行います。ここではもう詳しくは述べませんが、是正指導の原因を広島県教育委員会は学校の教育活動及び管理運営において政治的な中立性が確保されていなかったためと説明しています。特に童話教育において学習指導要領を逸脱し、教育の中立性が侵されていたとしています。いずれにせよ被爆教師の会の運動が停滞し、その基盤を成していた広島県教職員組合が分裂した90年代以降、教育行政や平和行政が平和教育を主導しようとする動きを強めます。1995年、広島市教育委員会は子どもピースサミットや平和に関する意識実態調査に取り組み始めています。子どもピースサミットは梶谷先生の話に出てくる子ども代表が平和記念式典で発表する平和への誓いに至る前段階の活動であり、平和に関する意識実態調査は広島平和研
広島平和教育研究所が行っていた事業を引き継ぐ性格を持っています。管理職を務めた梶谷先生が学校退職後に立ち上げる広島を語り継ぐ教師の会もこの時期のことです。さらに広島市教育委員会は2011年度に新たに平和教育プログラムを策定、小学校から高等学校までを3カ年ごとに区切って、それぞれの家庭に応じた平和教育教材として広島平和ノートを作成しています。2007年から橋本先生の取り組まれた元町高校における原爆の絵の活動は、広島市教育委員会ではなく平和記念資料館との連携事業ですが、行政とのつながりという点においても、またこの時期広島市が主導した平和教育の中心であった次世代への被爆体験への継承という点からも、この時期の動きの一つとして大きく位置づけることができると思います。ただし、一方的な体験の伝達にとどまらない被爆者と生徒の共同作業とも呼ぶべき原爆の絵の活動は、継承とはそもそもどのような行為なのかといったことを私たちに反省的に捉え返す意義を持っていると思います。最後に、加えて言っておきますと、90年代に起こった組合から行政という平和教育を主導してきたアクターの交代については、教職員組合、教育委員会、被爆教師の会といったさまざまな立場の人たちの言説、議論を整理した上で、慎重な考察がこれから求められると考えています。前の時代の平和教育実践に存在した可能性や問題点の何がどう引き継がれたのか、あるいは引き継がれなかったのか、このようなことを考えることは今後の平和教育を構想する上でも重要な意味を持つのではないでしょうか。私の解説は以上です。